AI が作った異世界転生もの第9話。第9話、創造魔法と死の導き。訓練場の一角でエリスが深く一礼した。師匠、お久しぶりです。俺の前に立つのは一人の男。黒髪にわずかに灰が混じる、長髪、鋭い眼光を持つ壮年の天使だった。鋼のような体育を持ちながら、どこかしなやかな雰囲気も漂わせている。レオン様、この方は私の剣と魔法の師であり、カイゼル家の影の指導者、ライゼンボルグです。ほう、噂には聞いていたが、なるほど、貴様がレオン坊か。ライゼンと名乗った男は、じろりと俺を見た。公爵様の命で、お前の指導を引き受けることになった。まずは、剣術と魔法、どちらに重きを置くのか考えろ。俺はどちらも極めるつもりです。即答すると、大善はわずかに口角を上げた。ほう、貴族の坊ちゃんにしては、なかなかいい根性をしている。彼は腕を組み、ゆっくりと続けた。お前が魔法の才能を開花させたいなら、創造魔法という概念を知る必要がある。創造魔法。先日、エリスに聞かされた話だ。普通の魔法は既存のエネルギーを操るものだ。しかし、創造魔法は新たな魔法を生み出す力を持つ。それってどんなことができるんですか？理論的には世界に存在しない魔法すら生み出せるが、使い手は極めて少ない。そもそも簡単に扱えるものではない。大善はそう言って、俺に一冊の魔導書を手渡した。これは創造魔法の基礎理論だ。まずは目を通せ。俺はその場でページをめくる。なるほど、これは面白いな。通常の魔法は属性に従って使われるが、創造魔法は発想次第で無限の可能性を秘めているらしい。試しにやってみるか？大善が言う。俺は手のひらにマナを集中し、新しい魔法を形にしようとする。だが、ぐっ。制御が効かず、爆発的なエネルギーがはじけ、俺は後方へと吹き飛ばされた。レオン様。エリスが駆け寄る。まあ、そう簡単に行くものじゃない。大善は腕を組みながら、どこか満足げな顔をしていた。創造魔法には自分だけのイメージと概念が必要だ。ただ、力を込めるだけではダメなんだ。俺は息を整えながら、確かにそうだと痛感した。創造魔法、これは相当手強いな。その日の夜、父、ガラハド公爵から呼び出され、書斎に向かった。父上、お呼びですか？レオン、最近、お前が鍛錬に励んでいるのは知っている。だが、今は軽率な行動を控えろ。どういうことですか？ガラハド公爵は、深くため息をついた。オートで、最近不穏な動きがある。俺の誘拐事件の影響もあるのだろうか？具体的には、それは大人たちが対応することだ。お前はまだ知らなくていい。その一言に、俺は思わず拳を握った。俺には関係ない、ということか。父の判断が間違っているとは思わない。しかし、俺はもう、ただ守られるだけの子供ではいられない。剣を学び、魔法を学び、創造魔法という新たな可能性に出会った。そして、オートでの不穏な動き。俺が成長し、力をつけたとき、それが何を意味するのかを知ることになるのだろう。わかりました、父上。そう言いつつ、俺はこの先に起こるであろう出来事に向けて、さらなる力を求める決意を固めた。チャンネル登録、高評価お願いします。